シューズはどこで曲がるのかについてですが、その前の足の曲がる位置については MP 関節の位置と言われていたりします。そしてシューズをどの位置で曲げようとしているかは靴底の中に設けられた曲げやすくするための溝があり、そこから伺い知ることができるかもしれません。屈曲溝について考察します。少し振り返った見地から、スポーツ用途のシューズ黎明期のミッドソールは裁断したシート EVA が主に使われ、屈曲しやすいように溝が掘られる工夫もされました。 EVA を金型で加熱圧縮して成形するミッドソールへと移行しますと、屈曲溝形状の自由度が広がりました。直線をはじめ円弧を描いた曲線、折れ曲がったものとかインサート材の干渉を避けた局所的なもの、それぞれの形状はメーカーの考え方が出る部分でもあります。屈曲溝の位置というのはどこに設定されているのでしょうか。測ってみます。側長に対する溝までの距離をカットしたシューズで20タイプほど測ってみました。今回は手持ちのすでにカットしたシューズを用いましたが、溝がないモデルは除外して、そこからそれぞれのモデルの側長に対する屈曲溝までの寸法の比率を集計しますと、おおよそ 65% から 70% の範囲に収まっていましたが、メーカー間でもそんなに大きくは違わないと感じました。屈曲溝の数は3本から5本くらいが多く見られます。おそらく基準の位置は一番後ろの溝に当たると思われますが、同一のメーカー、競技種目であっても仕様が混在している例もあり、同一の比率で溝位置が異なる場合もありました。同一モデルの新旧で溝の変遷を見てみますと、現在に近づくにつれ溝は浅く小さく変化してきたように見え、溝がないものも見受けられます。統一的な見解は述べられないものの、近年は存在感が薄くなってきているようにも思えます。以上は一般的な事例で、全速部に合成材を備えたケースは異なります。それらはスピードや反発力を得るために、相応の双方や筋力を積んだ肩の要望に応えるための仕様といえます。